皆さんこんばんは。フォーラム8プレゼンツ、玉木のスポーツジャーナリズムの時間がやってまいりました。MC のスポーツライター小崎です。このチャンネルは、スポーツ文化評論家、玉木正幸を送る既存メディアとは異なる視点で、スポーツの真の問題点を取り上げ考える番組です。コメンテーターの玉木正幸さんです。よろしくお願いしまはい、す。よろしくお願いします。はい、お願いします。今回3回連続して大相撲の面白はい、話と言ってもいいと思いますが、面白楽し話。はい。く話、本当に大相撲の話するとね、こんなに盛り上がるのかなっていうぐらい楽しまあまあまくあ、そうですね。感じて、もうなんか高校野球の話でボロクソに喋ってる時とえらい違いだなという感じもするんですけれども、相撲ジャーナリストの新井太郎さんと、それとはい。日刊スポーツの佐々木一郎さん、佐々木さん。はい。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いし実は、ます。よろしくお願いします。私の一番やりたかったのが今回でして、うん。名古屋橋の面白さ、若手がいっぱい出てきたからベテランも頑張っているというとうん。ころで、将来の、なんと言いますか、黄金時代、近く始まる黄金時代の番付は一体どうなってるだろうということで、まあ、大野里中心に新時代が来るんだろうなと、それをう予想してん。もらおうと思ってるんですが、1回目から思わず、ほいと転がり出たことがよくありまして、大野里のライバルは草野だと言った、新井さん、やっぱりはい、もう、それにつながっていきますか、未来の話は。そうですね。まあそうなるんじゃないかなと思っうん。て、お僕は見てますけどもね。なるやっぱほどね。草野の相撲は、やっぱいいではい。すよね。土俵際で、ね、粘うん。る場面を除けば、はい。もう、怪我をしないような相撲ぶりなんでね。今ああ、の出足相撲をね、こうはい。磨いていけば、もういずれは、こう、大野里と、こうね、対抗するような存在になるんじゃないかなというふうにうん。思いますね。怪我をしない相撲っていうのはどういう意味ですか？うん、やっぱり表に忠実で、まあ、前傾は姿勢で相い。はい。手の懐入って、うん。こう、二本差しになって一気に走るうっん。ていう、うん。あの、まあ、どうしても粘っちゃうところもあるんですけども、はい。はい。ただ、自分の相撲っていうのをこう、もっと磨いてって、こう、精度を上げていけば、まあ、無用な投げとかそういうのもないですしね。はい。うん。うん。まあ、そういった自分の相撲精度を上げていけば、いずれはこう、大野里に対抗しうるのかなというふうにうん。思いまうん。すね。なるほどね。佐々木さん、どうですか？大野里が、まあ、中心になるだろうと、私なんか思ってるんですが、ちょっと大野里の相撲が荒っぽいところがありましたよね、名古屋場所では。なんか、そうですね。やっぱりまだ、横綱でありながら発展途上だっていうことは、皆さん、うん。考え一致するところだと思います。ああ、なるでほど。すので、まあ、荒っぽいっていうのは、ちょっとこう、荒々しいというよりは、まだちょっとあ、雑なところがあるというか、きめはい、細そうそやかさがないというか、まだ技術がこう、発展途上なんだと思いう。ます。はい。ただ、やっぱり、大野里の相撲が完成した時には、もちろん太郎さんおっしゃる通り、草野は大きなライバルになり得ると思いますけれうん。ども、うん。大野里一強の時代がずっと続く可能性も十分あるんじゃないかなと思います。おー。佐々木さん、ちょっと誰か忘れておられませんかと思わず言いたくなったんですが、もう横綱もう一人いるんはい。ですが、豊昇龍関はいかがでしょはい。負けん気はすごく強いですう？し、はい。やっぱりこれなんつったらいいんですかね。やっぱり今思うのはちょっとすいません。話の論点ずれちゃうんですけれども、はい。これだけやっぱその休場が続いたりして、はい。横綱審議委員会の委員長が、千秋楽明けの月曜日にまあ話をして、ええ。若干苦言を呈するようなコメン話になっはい。たりするとですね、やっぱ思うのは今横審ってどうあるべきなのかなみたいなところを、うん。どうしても考えてしまういますん。ね。うん。本当に、豊昇龍、豊昇龍は一生懸命やった末に横綱に推挙された上での横綱だと思うので、はい。そういった点では、豊昇龍に責任はないと思っておはい。ります。そういった時に、やっぱり横審ってどういううん。諮問機関と言われますけど、どういう機関であるべきなのかなっていううん。のは、私はちょっとなかなか今、
ズバッと言い切れないところなんですけれども、もうちょっと取材してみて、いろいろこう、見方を考えたいなというふうに今すごく思っているところですね。なるほどね。私なんか今、佐々木さんの話を聞きながら、もう少しなんか外部の人間として思い切り毒舌で言ってしまうなら、横心が横綱にしたんだろうと。で、お前たちにも責任があるんじゃないかという言い方をしたいなというふうな感じがしたんですけれどもね。なんか、そういう翻訳でよろしいですか、佐々木さん。よろしいと思います。いや、そうですか。ありがとうございます。新井さんはいかがですはい。か？横市についてですか？いやいや、横しよりむしろ豊昇昇龍の話からなんですけど、まあ、そっちに入ってもらっても結構ですが。ああ、まあ、対大野里戦ははい。対戦成績でもね、まあリードしてて、はい。やっぱ豊昇龍の強さっていうのは、あの、ここ一番、ここはい。絶対勝たなきゃいけないっていうところを、ことごとく拾ってきているんですよ。はい。はい。そうですね。そういったまあ勝負強さがあるんでね。うん。まあそこにつなげるために、まあ、例えば序盤取りこぼしをしないですとか、はい。はい。はい。もうい、まあここ最近はいつもこう、序盤で2敗ぐらいして、して、はい。で中盤から調子上げていくんだけれども、最後までうん。その序盤のつまずきの差が埋まらずに、はい。試合に届かないってうん。いったね。まあそういうところもあるんで、うん。あのまあ当然ね、あの、まあ今の時点ではもう大野里に対抗し得る、まあ立場であり、うん。存在であるのでね。まあそういうところから、こう、ちょっとこう、詰めていってもらいたいなというふうに思いますね。まあ、かつては、横綱が4人いた時代もあるんだし、また今の若手を見ていたら、もっといろいろ出てきても面白いなとも思うんですが、さて、佐々木さんから先に聞こうかな。青錦は横綱にまで行けますでしょうか？可能性は十分あると思います。可能性ありますか？大関はい。にはなるんじゃないかと思います。はい、はい。あの相撲でという言い方したらおかしいんですけれども、あれだけ低い姿勢は今のところ、すごい評価が高く、いい相撲だと思われてるんですけど、ちょっと横綱の相撲ではないような気もするんですけれども、そこはいかがですか？よ、そうですね。やっぱり大野里戦なんか見てしまうと、やっぱはい。りまだあの軽量だと、ああいう立ち合いされてしまうと、なかなか太刀打ちうん。できないのかなというふうにも見てしまいました。要するにですので思いっきり今後は、圧力がかけられてたりしたそうですね。ところですね。はい。はい。ですがやっぱり今後もちろんもうちょっと体もできてくるでしょうから、はい。あのー対戦相手も今後、あの青錦の相撲に対してどうやってやるのか、相当うん。研究は進んで対策されると思うんですけれども、うん。それを上回ってまた対策できるぐらいの、うん。頭の良さと、おー。などは、持ち合わせている力士じゃないかというふうに思います。なるほどね。佐々木さんは他に、これから、なんて言いますか、新時代の中心になっていく力士をはい。挙げるとしたら、どなたを挙げますか？そうですね。これ、玉木さんから事前にお題をいただいて、はい。いろいろ考えたんですよ。ええ。やっぱり、将来っていうのが、じゃあどれだけの将来なのかっあていうことにもよるとは思ってるんですあ、けれどはい。も、はい。これをその2年3年単位で考えたときには、これはすみません、ちょっとトリッキーな答えになってしまうんですええ。けれども、まだ入門もしてない落ちる采配が、大関横綱まで行く可能性もなくはないんじゃないかなというふうに思ってます。どなたの名前を今おっしゃいました？そうですね。落ちる采配モンゴル出身なんですけれども、はい。今、伊勢ヶ濱部屋で、はい。研修生としうん。て、相撲を取ってるんですよ。あうん。で、照ノ富士が、まあ、いるまでの間っていうのは、あ、はい。外国人枠の関係で、一部屋、まあ、一あ、人一人。までという。はい。なので、新弟子検査を受けられなかったんですけれども、はこのほどどうやら次の秋場所の新弟子検査を受けあ。はい。るんじゃないかというふうに聞いております。おー。稽古場での相撲、僕もすごくよく見たわけではないんですけれども、はい、はい。実際に相撲を取った関取衆の話を聞くと、ええ。すでに三役クラスの力があるというふうおっに。とっ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 と。ちょっと待ってください。うちはい。ああ、そうですか。まだ、はい。これから入門といいますか、検査を受けようかというはい。力士が三役クラス。
はい。すいません。ちょっとトリッキーな答えになって申し訳ないんですけれども、いやいや、素晴らしいあれですけども。はい。十分可能性はあるんじゃないかというふうに思います。もう一度ただこれはもう本当に名前、とはいえ、ある程度名前、の時間は必要ですので、はいはい本当に2はいはい。年、3年単位でのいや、で話も2年だと思います。3年って短いですよ。なんていうんですか。でもそうなんのかな、やっぱり大相撲の話するときには。例えば野球の未来の話はって言い出したら、例えば10年とかっていう単位で出てくるんですけれども、大相撲の話してたら、そっちの方がずっと短いですね。考えてみたら。まあ、大野里もまだ入って2年ですからね。うん。そうか。すいません。今のモンゴルの力士の名前、もう一度ゆっくり言っていただけませんでしょうか。落ちる再犯です。落ちる再犯。落ちるはい。炊飯。日本の高校を出てはい。ます。これではい。もう4年ぐらい経つと思いますね。うまあ、そうでん。すか。なるほどね。新井さん、はい。今の佐々木さんのご意見どう思われましたですか？うん。いや、僕も脅威に感じてます。あ、そうなんですか？まあ、9月に新弟子検査を受けるとしたら、はい。もう、来年の今ぐらいは、まあね、関取には十分なってます、はおー。なっい。ているでしょうし、うん。やっぱり、まあ、草野って言いましたけども、はいはい。まあ、それ以上のね、脅威にはなってくるんじゃないかなと思います。うわー、なかなかすごいですね。まあ、思わず私は、この話をどう続けていいのかに今、迷っているところなんですけれども、新井さん、他に目星という言い方はダメですね。素晴らしい未来を担いそうな力士としては、どなたを挙げられますか？そうですね、どうですかね。大野里がまあ、太陽だとしたら、大きく周りを大きな惑星が、まあ、木星のようなでかい惑星が回るのは誰かなという感じがするんですが。うーん、まあ、地味ですけど、大野勝とかね、うおー。ん、まあ、こうね、左で回し取ったら、絶対切られない、はい。こうね、左で回し取って頭つけて、はい。まあそういうこうね、まあ相撲自体地味なんですけども、ええ。まあそういった堅実な相撲をこうね、もっとこううん。磨いていけば、やっぱ大関以上の、逸材ではあると思いまなるほどすね。ね。ええ、うん。あとはどうですかね。うーん。今、名前が出てないのがですね、例えば若隆景とか若元春なんていうのが名前出るかななんてああ、思ってたんですけども、なかなか出ませんね。それから、残念ながら琴桜という名前も出てこないんですけれども、その辺、新井さんいかがですか？はい。いや、もう若隆景は、まあ来場所大関取りですけども、はい。まあこれはこうね、体調さえ普通の状はい。態で臨めば、もう可能性はかなり高いと思いああ、ますね。そうですか。なるほえど。え、まあ、若元春はちょっとこうね、最近そうですね。スランプと言い負け越ますか、しちゃったんですね。ちょっと、今一つかなっていうところですうん。よね。それと、名古屋場所で優勝した琴勝峰いかがあ、ですか？突然強くなったのでびっくりしてるんですけれどもね。そうですね。まあ、ね。ポテンシャルから言ったら、やっぱり琴桜と同等かそれ以上はい。だと思うんですようん、ね。うん。まあ、やっぱり彼が、こう、下から上がってきたときは、はい。もう本当に、ものすごい、こうね、スケール感も感じましたし、はい。はい。うん。まあ、性格的にちょっとこうね、おとなしいところもうん。あるんで、なんか本当すごいえなと思っていたらいつの間にかしぼんでしまって、それがまた名古屋え場所で突然というのは、これはやっぱり解説されていた方も、弟が入ってきたからねっていうような言い方をされてたんですけれども、やっぱり弟のが後ろから後押ししてるというか、ライバル意識で強くなったって、そんな感じなんですかね。やっぱ番付的にもね、はい。2枚しか違わなくなったんで、そうですね。幕内入まあ、ってきましたからね。こう、さすがにね、おとなね。しい琴勝峰も尻に火がついた感じはあったと思うんですよね。なるほど。それあがの、続くかどうかですよね。今まではちょっとこうね、
いや、弟は弟で、まあ自分は自え分ですよ、みたいな、ちょっとそういうスタンスでいたんですけども、あまあここ最近はやっぱり、ね、弟からこう刺激をもらってますっていうようなね、あ、発言に、今場所ぐらいから発言変わってきたんでね。なるほどね。まああまりにもそういう質問来るから、こうね、めんどくさいからそう言っとけるぐらいのはあるのかもしれないですけども、でもなんか、まあただやっぱり、もう本当にこうね、番付でこう迫ってきたんで、危機うん、感を覚えたのは確かだと思いますね。なんか今まで格好つけてたのが、本音が出たっていうような感じもしないでもないですけれども、佐々木さん、え今名前が出た、ちょっとたくさん出ましたけれども、いわゆる、実力者というレベルの、その力士、誰を買いますか？そうですね。今、名前やらなかったところで言うと、はい。私は王鵬は最後ああ、まで信じたいなというふうにうん。思っております。なるほど。この玉木さんの番組の前身でも王鵬を応援したいはい。っていうふうにうん。申し上げた記憶あるんですはい、けれども、そうです。思い出しました。はい。あ、彼も結局琴勝峰と、はい。同学年ですよね。おまだまだ、底が知れてないと思ってます。お強くなるための努力は惜しまない人ですし、うん、まだまだ相撲の幅は広がる可能性は十うん、分あると思ってます。うん。今場所は負け越してしまいましたけれども、はい。長い目で見れば大関横綱を狙える可能性は秘めている一人だと思いまおー、す。はい。はい、なかなかね、そうですね。わかりました。ということで、大野里をやっぱり中心として、これからの大相撲は展開していく中で、新井さはい。ん、なんか未来は明るいですね。面白いですね。いや、大相撲。そうですね。えまあ、大野里のことで言えば、はい。あのー僕はやっぱ大鵬の優勝回数は超えるぐらいの可能性はあると思うんですよね。ということ32回でしたっけね。32回、はい。回ですね。で、まあ、新入幕からこの前の名古屋場所で、はい。幕内在10場所はい。で、まあ優勝すでに4回なんでね。ああ、そうですね。はい。で、まあ、優勝占有率といううん。言葉があるのかどうか知りませんけども、なるほど。まあ、今からこう横綱としてどんどんこう成長していくと、まあ、はい。年6場所のうち、まあ、まあ、今で40%ですか、優勝占はい、はい、有率。はい。横綱になって、まあ、6場所のうち3場所を優勝するとして、はい、はい。50%ですよね。50%。そうですね。で、大体もう過去の大横綱、まあ、貴乃花とか、まあ、ちょっと白鵬は置いといて、貴乃花、北はい。の海、はい。城之内、大体入幕して12年ぐらいで引退してるんですよね。うん。ああ、なるほど。要するに、はい。まあ、毎日幕内力士のこう強い当たり受けてたら、はい。まあ、12年ぐらい耐用年数だと思うんですけどなるも、うほど。はい、なん。るほまあ、そういう意どね。味でいけば、大野里あと10年大丈夫なんですよ。ああ、10年。そうか。とい35歳まで。うと、というと、ええ。どうなるのかっていうこと。だから60、10年間60場所のうち、なるほど。まあ、低30く見積場所。もっても30回30優場所。勝として、なるほど。そうすると、まあ、32回を超える計算にはなるんですよ。なるほうどね。ん。うん、すっごいなんか理論的な、理論的なというかサイエンティフィックな科学的なデータが出てしまったっていう感じがしますけれどもね。佐々木さん、大体どうですか今の荒い理論については。いやー、太郎さんの細かい計算にもう感服するばかりで、なる私もほど。それに乗っかりたいと思いますね。なるほただ、やっどね。ぱり先ほど申し上げた通り、落合はい。裁判がどこまで化けるのか、どこまで本物なのかっていうのは、ここ2年間見ていきたいかなというふうになるほ思いますね。どね。今や、そうですね。化けるのかっていう言葉使われたのはいいですね。やっぱりそういう、ところを見たいっていうのが、大相撲の見る楽しみでもあるし、醍醐味でもあるというような感じがしますけれども。さあ、誰が化けるのか、そこで一人ずつ、こいつだというのをもう最後に言ってもらいましょう。新井さんから、はい。まあ、今までの自大負けは分の話とは、ちょっと矛盾はするんですけども、何ですか？何僕ですか、もやっぱり、それは。いや、王鵬ですね。ああ、終わってましたまだね。眠ってますよね。いろんなものが。うああ、ん。そうですか。ええ。うん。
まあ、どうしたら希望も込めてですね。なるほど。はい。どうしたら起きますかね。眠ってるのが目覚めるのは。いや、なんか、もうすでに起きつつあるんで、ええ。まあ、あとは経験だけだと思うんで。ああ、経はい。験ね。なるええ、ほどね。もう今のままいけば、いずれは、はい、花開くと思います。ああ、そうですか。ええ、はい。佐々木さんはいかがでしょうか。なんて言ったらいいですかね、この流れで。王鵬取られちゃったね。いや、でもやっぱり、大野里の完成形が早く見たいなっていうふうに思いますね。ああ、なるほどね。もう金星を4個も与えるような相撲ではなくって、堂々とした相撲取りになって、それこそ優勝を5割以上の確率でやるぐらいになったとき、まあ取り口はそんなに変わらないんでしょうね、佐々木さん。どうなんですか？そうですね。あとはやっぱり細かい技術がもっともっと身についてくると思います。あそうしたあ、時には、隙がない横綱になるんじゃないかと思います。なるほどね。それはすぐにちょっと引いてしまうような癖がもちろんなくなって、それで回しを取るような技術とか、いうことになるんですかね。そうですね。やっぱり、今回の名古屋場所でも、はい。やっぱり押し切れないと見るやすぐまっすぐ引いてしまうっていうところうの弱点はん。かなり露呈してしまっていて、うん。本人も師匠も分かっちゃいるのになかなか治らないっていうあたりは、今後、一番分かりやすく克服うん。していかなくちゃいけないところなんじゃないかと思います。ああいうなのはどうなんですか？癖って言っていいんですか？癖で出てしまうのかしら。やっぱ体に染みついてるんですかあね。この辺、あ。太郎さん多分見解をお持ちだと思うんですけども、うんいかがでしょうか。うん、どうですか、新井さん。まあ、やっぱり立ち合いがもうちょっとしっかりしおりってれば、うん。やっぱ状態が大きち、ね、高いとやっぱり引きたくなっちゃうんでね。初めから低あければ、あ。まあ、今よりはまともに引く場面も少なくなると思うんですよね。なるほどね。え要するに立ってしまった時に、立ち上がっていたらどうしても上から押さえつけるはいはい。ような手の動きになってしまうところがある自みたいです分が低けれね。ば、それうん。だけ引く場面も少なくなるんで。なるほどね。えね、そうですね。そしたらあれですね。青錦関の真似をちょっとぐらいした方がいいかもしれないですね。あそこまで低くなくていいかな。まあそこまで言ってなくてもいいですけど、うえん、なるほどね。まあ、いろいろ3回にわたって話していただきました大相撲、本当に一時は私と新井さんがお付き合いした頃は、いや、この、なんて言いますか、八百長相撲はどうするんだろうみたいな本を書いていた時期もありましたけれども、はい。そういうことを抜けて、今に大相撲の黄金時代が来るぞと新井さんが言っておられたのが、そろそろ実現してきた頃と言ってよろしいですか、新井さん。そうですね。やっぱりもともと持ってるコンテンツ力っていうのは、世界のどのエンターテインメントにも負けてないと思うんで、おーっまあ、大野とっと、なる里じゃないけど、ほど。唯一無二のコンテンツなんで、はい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 はええ、い。それをもっと世界中に知らしめれば、はい。まあ、安定した、人気になると思うんですよね。なるほどね。えそうですね。メジャーリーグに負けてしまった、日本の、負けてしまったで、過去形にしてしまいましたが、日本のプロ野球がどうしてもコンテンツとして、ドメスティックにならざるを得ないというところなんですが、大相撲はどんどんこれからますます発展しそうだと。佐々木さん、そういう見方でよろしいですか？そうですね。新井さんおっしゃる通りだと思います。あとはやっぱうん。りせっかくのコンテンツなので、はい。日本相撲協会がですね、はい。より良い発信をうまうん。くやっていってもらったら、より良くなるんじゃないかなと思います。なる。より良い発信、例えばどんな発信でしょうかね。そうですね。やっぱり持ってるうん。ものは、本当に唯一無二だと思いますのうん。で、はい。より多くの人に楽しんでいただけるための仕組みですとか、はい。はい。あとは、より、正確で素早い広報ですとか、うん。そういったようなところは、なんか俺変なこと言っちゃってるかな。いや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 、そうじゃなくて、いや、そうだと思います。はい。ただまだ、逆に、はい。私なんかね、例えば、重量の取り組み
の前に、食切りとか入れてもらえないかななんて思ってるんですけど、そういうのはあんまりやらない方がいいですか？それは本場所ではやらない方が、厳格な雰囲気がより出ていいんじゃないかと思いなるほど、ます。なるほど、はい。わかりました。ただ、より見せ方をもうちょっとまだまだ改善の余地は十分あると思いますので、うエンん。ターテインメント化するというよりは、なんですかね、もうちょっと世界の人に目を向けて発信するやり方はあるんじゃないかなと思う時があります。テレビ中継が生まれるっていう時に資本柱がなくなりましたよね。で、はい。それを考えた時に、土俵っていうのは今でもやっぱりああいう高さがないといけないものなんでしょうかっていうというのはちょっと危ないなという気がかなりしてるんですけれども、そういうことはあまり思われませんか？佐々木。それも聞いたことあるんですけど、実際ちょっとはい。やっぱり危ないんですよね。多分見やすいからちょっと高くなってるあ、んだとそれは思います。昔の話ですよね、考えうん。てみれば。昔の平戸までやってた時なんかは、やっぱり高い土俵でないと見にくいという。まあ、少しはやっぱり低くしてもいいのかなと思うんですけどね。そうですね。かなりそれだと大改革になると思います。うん。人によっては、あの高さがあるから受け身取れるんだっていうような人もごくごくわずおー、か、おー、経験談としていう親方もいますけれども、ほとんどの人はやっぱり実は怖いっていうふうに言いますよね。うん。で、私一度だけやったことあるんですけども、本当怖いですよ、あれ。本当怖いですよって、素人が言うんだからどうしようもないですけど、新井さんどうですか今の？はい。やっぱ確かに怖いですよね。はい。それで、あのまま四つに組み合ったまま、寄りええ、倒された時に、ええ、腰から落ちた時にうね、回ん。ええ、しの結び目があるじゃないですか、はい、後ろに。はい、はい。あそこから落ちると、やっぱり一発でヘルニアになっちゃいますよね。あなるほど、そんな怖さあるんだから、だ。土俵の、15尺って変えなくていいと思うんですけど、はい、土俵の周り、例えばはい。徳田原のすぐ後ろはもう土俵下ですよね。うん。そうですね、あそこそうですね。もうちょっとスペースあってもいいと思うんですよね。ああ、なるほどね。アマチュア相撲なんかはそういう風になってるんですけども、そうですか。それでだいぶ怪そうですね。我を防げると思うんですよ。なるほどね。そういう改革もそしたら含めて、それから佐々木さんの言われたその広報の改革であるとか、そういうとこも含めて、これからどんどん発展していくということに手をつけてほしいなと思いますが、最後に話残したことはないでしょうか？佐々木さん、どうです？いかがですか？何かはい、もう少し。大大丈夫です。丈夫ですか？はい。新井さん大丈夫ですか？はい、今多分十分喋ったと思うんです。そうしたらまた2場所、2場所ぐらい終わった後に、ぜひとも話したいと思いますんで、よろしくおはい。願いします。連続3回で出ていただきました。本当にありがとうございました。ありがとうござい新井さん、ました。佐々木さんありがありがとうございとうございまました。した。ありがとうございました。皆さんご覧いただきありがとうございました。次回のフォーラム8プレゼンツ、玉木のスポーツジャーナリズムを楽しみにしていてください。それでは皆さん次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。